はい、感動湖制作パート1に引き続きパート2です。今回、感動湖の酒を缶するという機能としては、あまり本質的じゃない。だけども、やはり自分で作るからには、ちょっとこだわりたい部分ってありますよね。そんな部分の作業を、3箇所ほど紹介します。まずは、筆母の蓋の部分ですね。で、2番目には、側板のデザイン。これは家紋を彫りましたよ。そして3番目として、とっくりなどを入れる部分の蓋の開閉のための蝶つがい部分ですね。開閉がうまくいくように作っています。まずは筆母の蓋です。筆母の上に蓋などなくても保管をするには問題ないですけども、やっぱりあった方がかっこいいでしょ。銅板を丸く切り抜いて、最初に縁を木槌で叩いて直角に折り曲げます。その後、叩き出しの技法の真似事などして、こんな感じの曲面に加工しました。いい感じです。ドリルで穴を開けて、ヤスリがけして穴を滑らかにします。そしててっぺんにリベットを差し込んでかしめれば完成です。次は家紋なのですが、我が家の家紋として丸に花火師を彫っていきます。ああ、なんじゃこりゃ。家紋をプリントアウトして側板に貼り付付けて上からタガネを使って彫っていきます。まあ彫金の真似事みたいな感じでしょうか。これ平らになるのかな、少し。それっぽいものが彫れましたね。マイ感動湖は好きな模様をデザインできるのが楽しいものです。最後に蓋の蝶つがい部分はピアノ線に銅板を巻きつけて蝶つがいを作っていくわけですが、意外と簡単にできてしまいました。ピアノ線に巻きつける部分はタブ状に銅板を切るのですが、タブの長さが短すぎたり長すぎたりして、だいぶ試行錯誤の末に、蓋に傷がついてしまいました。次回はもっとうまく作りたいと思います。